こんにちは、さやです。前回は耕さない農業についてざっくり解説をしたんですけど、今日は皆さんに驚くほど簡単で環境に優しい耕さない農業の実践方法についてお伝えしていこうと思います。この方法を取り入れてから私は畑仕事がぐっと楽になったのを感じます。で、何年も試行錯誤してきたので、その経緯も含めてお話ししていきます。まず、耕さない農業っていうのは復習になるんですけど、農薬とか化学肥料を使わずに土壌の生き物の力を借りて野菜を育てるっていう栽培方法なんですけど、細かいやり方っていうのは多種多様でいろいろあります。どのやり方が一番正しいとか間違ってるとかっていうのはないので、ご自身の畑の気候であるとか土の質とか生えてる草の種類とかいろんなものを極めた上で自分が一番しっくりくるものを実践いただくのがいいかなと思ってます。ただどのやり方も共通して一番大事なのは土をむき出しにしないことかなというふうに思ってます。土をむき出しにしないっていうのはつまり土の上に有機物でカバーをしてあげるマルチをするっていうんですけど、マルチをしてあげるのが大事かなと思います。有機物の例としては、藁であったりとか、その場で生えてくる雑草を買って敷くっていうやり方もあるし、あとコンポストでマルチをするやり方もあります。あとはカバークロップって言って、マルチにするための植物ですね。それを種をまいて育ててその場に倒して敷くみたいなやり方もあります。そうすることで土に必要な有機物が土壌の生き物たちに供給されて、微生物を通して植物に栄養が届けられるといったような流れになってます。なので有機物でマルチをするっていうのはどっちかというと野菜に直接栄養を与える肥料とかとは異なっていて、土に栄養を与えるようなイメージになります。土をむき出しにしないことで土壌の保水力も上がったりとか雑草の発生を抑えたりっていうことも効果があります。ちなみに私はもともとその場に生えてくる雑草を買ってその場に敷くっていうやり方をずっと数年間続けていました。で、畑には外から何かコンポストとか有機物を持ち込まないで畑の中でぐるぐる循環させるっていうやり方がすごく理想的で素敵だなと思ってたので、そのやり方をしていたんですけども、同時に課題感っていうのも結構感じていて、そのやり方でできた野菜っていうのがなんというか、やっぱり養分が明らかに足りてないっていう形で小さくてすごい硬いとか、なんというか水分が足りないで、ちょっと炭素分が多いような食味だったりとかで、健康で美味しい野菜なのかっていうのが言い切れないぐらい、なんとなく自分でも自信が持てない野菜しか作ることができなかったです。その場で生えてきた草を買って敷くっていうやり方だと、豊かな土になるのに5年から10年ぐらいかかるよっていうふうにおっしゃる方もいて、必ずそうなるって保証があるわけでもないのに、5年も10年も同じやり方を続けるっていう大丈夫かなっていう不安とか葛藤とかっていうのを常に抱えながらやってました。その時はですね、家庭菜園として小さい範囲なんですけど畑をしていったんですが、時給とは程遠いぐらいの量しか収穫ができなくって、いつも近所のおじさんおばさんで畑をしている方に野菜をお裾分けしてもらっていて、私も畑してるのになっていうすごい情けない気持ちとかがよく感じてたのを覚えてます。でもこの経験とかが精神的に成長を覚えたきっかけでもあって、その辺の成長に関するお話っていうのは別の動画で詳しくやろうかなと思うんですけど、でも耕さないっていうことには自分的にはしっくりきていて、そこはぶらさずに、でも野菜がもっと元気に育つ方法ってないのかなっていうのを模索していました。そのうちに海外での実践者の方々の情報っていうのも得るようになってきて、北米とかヨーロッパとかだと土をむき出しにせずコンポストでマルチをするっていう実践をしている農家の方とかがいらっしゃるっていうのを知って、イギリス英語だとノーディグっていう、耕さない農業ってノーディグって言って、アメリカ英語だとノーティルって言うんですけど、どっちも同じ意味ですね。それをやってる方っていうのを知って、で、イギリスとかだと湿度が高く晴れの日が少ないっていう気候なので、その場で生えてきた草をそのまま敷いてしまうと結構ナメクジが発生してしまって、で野菜にも害が出るっていうのがあったので、工夫してコンポストを乗せるようになったのがきっかけっていう風な方もいらっしゃったんですけど、私結構そのやり方にピンときまして、結構理論的にも納得感がいくし、これいいかもっていうので、実際に一区画コンポストマルチで野菜を育ててみました。で、そのやり方で育てたら、もうすごく健康で美味しくて、味もしっかり濃くって、すごくいい野菜が簡単に育つようになりました。サイズに関してはやっぱり化学肥料とか鶏粉とかを投入している野菜に比べると、小ぶりにはなってしまうんですけど、十分水分量も
あるし、ジューシーなんですけど、腐りにくくて保存性が高い野菜ができました。そのコンポストマルチで育てた玉ねぎなんかは1年経っても全然腐らずに、まだ全然食べられる状態です。あとはびっくりしたのがもう一個あって、きつい草刈りの作業っていうのがほとんどなくなったことです。なので土壌環境を守りながらもこんなに簡単でこんなに豊かになっていいんだっていう感激したのをすごく記憶に覚えてます。ではこれから実際にコンポストでマルチをするやり方について説明していきます。今から伝えるやり方をイギリス英語のノーディグと呼ばせていただきます。まずコンポストとは何かという前提の話になるんですけど、主に植物の残渣とか食べ物のくずとかキッチンで出た生ゴミであるとか草木の灰とか剪定した枝などの有機物を微生物とか虫が分解してできたものになります。日本語では堆肥と呼びます。ノーディグではこのコンポストを土の上にマルチとして使っていきます。その場に生えてきた草を買ってその場にマルチする方法では、土が豊かになるのにだいたい5年から10年かかるっていうふうに言われているって先ほどお伝えしたんですけども、このコンポストを使ったノーディグではすぐに結果が出ることが多いので試す価値ありだと思ってます。最初にノーディグの基本のステップとして、まず植える箇所を決めたらそこの土地を観察していただいて、デコポコしているところがある場合は最初に平らにした方がやりやすいです。私も前の方が使ってた畝っていうのが残ってたので、管理機で表面10センチだけを耕して平らにするっていう作業を最初に行いました。で、ノーディグのやり方としてはスコップとか耕運機でわざわざ畝を立てるっていう作業をやらなくて大丈夫です。ただもし田んぼだったところを畑にするとか、すごく水はけが悪い場所だったら周囲に溝を切るといったような工夫はした方がいいかもしれないです。もともと畑だった場所などは畝を立てる必要がなく平らなまま進めていって大丈夫です。次にその土地に生えてる草を観察していただきたいんですけど、もし宿根草の根がはびこっているところの場合は根っこをある程度最初に取っておくのをおすすめします。私もハウスの中で最初畝を作ろうと思った時に、セイタカアワダチソウとかの宿根草がすごくはびこってる状態だったので、最初数ヶ月かけて吐いては抜く吐いては抜くっていうのを繰り返して、最終的に根っこからなくすっていう手順を取りました。次に、平らになった土の上に段ボールを敷きます。これは段ボールが分解されるのにだいたい1ヶ月から2ヶ月程度かかるんですけど、その間光が遮断されるので段ボールの下の雑草の勢いっていうのが徐々に弱くなって生えてこなくなります。ただ私もなんですけど、段ボールの化学物質とか染料などが気になる方も多いと思います。段ボールはオプションなので使わなくてももちろん OK です。私も今野菜を育てるところには段ボール使わずに、もうそのまま土の上に直接コンポストを乗せております。段ボールを使わない場合はある程度最初に草をきれいに刈っておいてからコンポストを乗せるっていうのをおすすめします。続いて土の上に5センチから7センチほどの厚さでコンポストを乗せていきます。で、冷気などできれいに表面を整えていただければ、もうそれで畝は完成です。そのまま苗を植えてもいいし、種を直接まいても大丈夫です。特に畝を休ませるといった必要もなく、春作終わったら秋作、秋作終わったら春作みたいな形でどんどんぐるぐる作付けしていって問題ないです。はい、でコンポストはですね、土壌の生物たちがどんどん消費をしていくので、最初に5センチから7センチぐらい乗せたものもどんどん薄くなっていくんですよ。なので秋とか冬に上にですね1センチから2センチほどのコンポストを毎年1回追加するっていう作業をしていただければいいと思います。はい、以上がノーディグの実践方法でした。ポイントとしてはやっぱり質のいいコンポストを使うっていうのが作物の成長に直結してくるので、完熟した質のいいコンポストを使うのがやはりポイントかなと思います。牛糞とか馬糞とかの動物性コンポストよりかは、草とか木とか落ち葉とかでできた植物性コンポストの方が病気が出にくくって、健康な野菜に育つ気がしているのでおすすめです。ただやっぱ手に入りやすいとか価格が安いみたいなのがあるので、全然動物性のものを使っちゃダメとかではもちろんないので、
使うときはしっかり完熟させたものを土の上にマルチとして使うようにしてください。あとはおすすめとしては、通路にもウッドチップを巻いて草を生えないようにするっていうのがすごく楽ちんでおすすめです。私畝と畝の間がだいたい30センチぐらいの狭い通路を作ってるんですけど、ノーディグだと畝の上歩いて全然 OK なので、通路が狭くても全然大丈夫なんですよ。なので私の場合は30センチぐらい取って、でその上に段ボールとウッドチップを乗せて草が生えないような仕組みにしてます。そうすると雨の日もドロドロにならないので、全然長靴とかもいらなくなったし、あとは畝の中に外から雑草が入り込んでくるっていうのもなくなるので、すごく管理がしやすいのでおすすめの方法です。あとはさっきも言ったんですけど、ノーディグのいいところとしては、めちゃくちゃ草刈りが楽になりました。以前は生えてきたら草刈り鎌で細かく適宜草を刈っていたんですけど、その作業がほとんど必要なくなったので、草刈り鎌を使う機会っていうのもかなり減りました。個人的に良かったのが、草刈り鎌で草を切ってると、土の中にいるミミズとか虫とかカエルとかをたまに傷つけてしまうことがあって、それがすごいストレスだったんですけど、鎌を使う機会が減ったので、そういった機会も減って、個人的にはすごく嬉しいなと思います。で、ノーディグでももちろん草は生えてくるので、そういう時は草が小さいうちに指でちょっと抜いてください。コンポストが柔らかいので指でスッと抜けます。小さいうちに冷気とかで表面を引っかくのも有効です。この作業っていうのは頻繁にやる必要があって、気づいたら芽が出てるなと思ったらすぐに行ってください。でも全体的に抜く草の量っていうのは大したことないので、作業時間としてもほとんどそんなに長くはならないはずです。ただやっぱり放置して雑草が大きくなってきてしまうと、やっぱ鎌を使ってしっかり刈る必要があるので、もう本当に小さいうちに対処するっていうのがポイントになります。はい。以上がノーディグについての実践方法でした。実際にコンポストでマルチをして耕さない農業やってる方って少ないのかな、私が知らないだけかもなんですけど、少ないのかなっていうふうに思ってます。自分の畑でも取り入れてみたいっていうふうに思われましたでしょうか。この YouTube では私の耕さない農業をしている暮らしの様子とか、近々農業を始めるのにかかった費用とかも公開したりとか、皆さんに役に立つ情報を出していきたいなというふうに思ってます。今日は以上です。ありがとうございます。バイバーイ。